皆さんこんにちは。ベトナムニュースをずんだもん学びしていくのだ。今日はなんとベトナムの大富豪さんのお話からスタートなのだ。ベトナムの複合企業ビングループの会長ファム・ニャット・ウオンさんの資産がついに300億ドルに到達したのだ。これはあのテック界の大富豪ジャック・マーさんを上回る金額なのだ。ウオンさんはベトナム一の富豪で一族でビングループ株のおよそ 65% を持っているのだ。2013年に15億ドルで長者番付に初登場してから資産はなんと約20倍。今では世界長者番付で71位。東南アジアでもトップクラスの富豪になっているのだ。しかもエネルギー、鉄鋼、宇宙、エンタメにまで手を広げていて、ベトナムの南北高速鉄道計画にも意欲を見せている超アクティブなビジネスマンなのだ。この動画ではそんなベトナムから気になるニュースを全部で3問お届けするのだ。それじゃあ早速最初のニュースから見ていくのだ。ベトナムは東南アジアのインドシナ半島にあり、南シナ海に面して中国、ラオス、カンボジアと隣接、首都はハノイなのだ。長い王朝とフランス植民地の歴史、独立と1975年の南北統一を経て現在は共産党の一党制なのだ。人口は約1億人。製造業や農業、コーヒーや米の生産、観光が主要産業で食文化や水上人形劇など伝統も豊かなのだ。近年は輸出主導の経済成長と外資流入、都市化や気候変動対策が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。ベトナムの富豪ファム・ニャット・ウオンの資産が300億ドルに達し、テック界の大富豪ジャック・マーを上回るという記事なのだ。ベトナムの複合企業ビングループ会長で同国一の富豪のファム・ニャット・ウオン氏の資産がフォーブスのリアルタイムランキングで300億ドルに達したのだ。これは株価が年初から8倍に上昇し、12月時点でストップ高となったことが要因なのだ。その結果、世界長者番付で71位となり、ジャック・マー氏の297億ドルを抜き、ドナルド・トランプアメリカ大統領も大きく上回ったのだ。ブオン氏はビングループ株を 10.05% 保有し、一族で 65% を支配しているのだ。2013年に15億ドルで初めて長者番付入りしてから資産は約20倍に増え、現在は東南アジアで2番目の富豪なのだ。近年はエネルギー、鉄鋼、宇宙、エンタメなど新分野に進出し、約610億ドル規模とされる南北高速鉄道計画への参画にも意欲を示しているのだ。二つ目のニュースなのだ。ロンタン空港爆破を冗談で言った男性が呼び出されるという記事なのだ。ベトナム南部ドン内省で男性がロンタイン国際空港を爆破するとネットに書き込み、警察に呼び出されたのだ。12月17日、空港で初の技術試験飛行が話題になる中、この男性は匿名アカウントで100万ドル用意しろ、さもないと空港をボンボンするのだとコメントしたのだ。公安は24時間以内に本人を特定し、事情聴取したところ冗談だったと認めたのだ。警察はテロをほのめかす発言はオンラインでも法律で厳しく禁止されていると説明し、同様の行為を抑止し空港の安全と秩序を守る狙いなのだ。ロンタイン空港はホーチミン市から約40キロ、2026年半ばの商業運航開始を目指し、年間2500万人の旅客を扱う計画なのだ。3つ目のニュースなのだ。タイ SEA ゲームのハイライトからベトナム男子サッカーの金メダル獲得を除外し物議を醸すという記事なのだ。2025年12月、タイで開かれた第33回 SEA ゲームズの閉会式で主催国タイが流した公式ハイライト映像から男子サッカー決勝でのベトナム代表の金メダル勝利シーンが外されて物議を醸しているのだ。ベトナムは決勝でタイに2点先行されながら後半11分で追いつき、
延長で3対2の大逆転勝利。タイにとって66年ぶりのホーム敗戦となった重要な試合なのだ。それなのに映像では男子サッカーは予選のマレーシア対ラオス戦などが使われ、女子も決勝ではなく予選の場面が採用されたのだ。一方で、タイが金ゼロに終わったサッカーやフットサル全体の決勝シーンはほぼなく、タイ選手中心の他競技やベトナムの射撃、e スポーツ選手の場面は入っており、選定基準に疑問の声が上がっているのだ。大会全体ではタイが金233個で首位、ベトナムは金87個で3位だったのだ。スンダモンも富豪の躍進や空港安全の厳格化、スポーツの栄光と波紋までベトナムの躍動にワクワクなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。